ます？おっぱい大きくなって、ビキニ着たいなっていうのと、盛れる体になりたい。なんかアドバイスあります？これから受ける人。辛いのはダウンタイム中だけど1ヶ月くらいはやっぱりなんかちょっと完成するまでちょっとドキドキすると思うんですけど。そうですね。じゃあ今回太ももの絞りからね、だいぶ大きくやっていこうと思うんですけど、なんかやろうと思ったきっかけとか理由あります？おっぱい大きくなって、ビキニ着たいなってビキニいいですね。いうのと、盛れる体になりたい。もともと細くてね、綺麗ですけどね、より細くしてっていうところで、今どれぐらいですか、ボックス？2カップですね。もっとビキニ着た時にこれる感じですよね。OK です。なんかうちで受けようと思った理由はあります？症例が多いのと、X が出て、ここでやりたいなと思いました。ありがとうございます。しっかり作っていきますね。今回は内側と前側ですけど、大丈夫ですかね？はい。そっちは大丈夫ですか？こっちは大丈夫です。外前週でやる場合は、前と内と外でしっかり取っていくんですけど、今回は前側を取るのと内側の隙間ですね。一番どの辺が気になるんですか？内側かな。ウェーブの一つからね、外側とかも取っていったらいいんじゃないんですけど、今回は内側だけなので、しっかりと内側と前側、そこから取って減塩していきますね。今日帰るんですか？帰ります。何で来たんですか？電車です。今回膝はないんですけど、もし膝とかね、気になる場合はちょっとこことか開けて、やることが多いんですけど、膝気になる人はね、膝の上とかも追加していってもらっていいかなと思います。一応、ちょっとバランス見るためにここは取るんですけど、ちょっとこっちはね、血が甘く若干なりがちなところであるので、前側と内側でしっかり作っていきますね。よし。どんな感じします？ここのラインはそのままにして、外側にちょっと出る感じを胸にしたいかなと思いますね。内側のこのラインはどうですか？ここもやっぱ空いてるんで、開かないように。ここに合わせて作っていく感じします。そうですね。あとはまだここら辺はどうでしょう？ここら辺もやっぱり入れてほしいですね。なだらかに上がっていく感じです。それともしっかり丸なだらかな方が、しっかり入れてあげて、このね、谷間のところしっかり注入して、あとはシリコンでちょっとこうボリュームが出るので、それに合わせて脂肪でなだらかな感じで作っていけば自然な感じでいいかなと思うので、ここでやっていきますね。お願いします。この方は、乳房ラインのね、バージスラインとか言われているラインがかなり綺麗なので、変にそこのラインを変えずに元の形を利用して適切な位置にシリコンを入れて、あとは脂肪注入で調整してあげると、本当に綺麗な形になるかなと思いますね。最初なんか270で希望されてましたね。そうですね。身長何センチでしたっけ？155です。155か。大体その150前後の方でこれぐらいやってる方だと、あんまり大きすぎるのを入れるとやっぱりシリコンがどうしても浮いてきちゃうので、自然なところで、250までぐらい入れてあげると自然な感じでできるのと、あとハイウェイトなので脂肪注入調整できるので、そこで調整するのがいいかなと。今回は250に変更してやっていきますね。脂肪吸入をしてきます。もうほぼ取り終えたので、今は微調整ですね。今回は内ももと前側だけなので、外側とのバランスを見て吸引を行っています。いいですかね。こっちはいいんですか。じゃあシリコン入れ終わってね、今からコーティングをしていくんですが、谷間だったりとか離れた感じが気になるところだったので、元から離れてるとシリコン入れてね、ますます離れる感じが出てしまうので、ここをちょっと埋めていくのと、全体的になだらかにボリュームを上げていく感じで行っていくというところですね。こう見たときにね、こっちは70入れてるんですけど、ここの立ち上がりとかやっぱ離れ具合、入れてない方と比べるとかなり違うかなと思うので、ハイブリッドをするメリットはシリコンのね、違和感を消すというところでもあるかなと思いますね。術後1日目です。内出血とパツパツ感があります。痛みは痛み止め飲めばそんなに痛くないくらいです。DT3 日目です。赤みが消えてこんな感じになりました。腕はこのくらいまで上がります。
脇がまだ少し痛い感じです。DT10 日目になります。胸の内出血はこんな感じにだんだん薄くなってってます。胸の硬さは全然硬いです。脇の横から少しずつ柔らかくなってってると思います。DT20 日目になります。胸はまだ張っている感じがします。脇が結構上がるようになったので生活しやすくなりました。太もも脂肪吸引した箇所がまだ拘縮で歩きづらいところがあります。DT28 日目はこんな感じです。周りから胸が綺麗って褒められてとても嬉しいです。まだ硬いので早く柔らかくなってほしいです。太もも脂肪吸引した箇所は神経が過敏になってるのか服とかが触れると痛いです。太ももからのね、ハイブリッド包協3ヶ月ですね。1ヶ月ぐらいの時に結構硬さそうですね、硬さだったけど、だいぶ馴染んできましたね。はい、柔らかくなりました。3ヶ月経つとかなり自然になるんで、ちょっとぐーっとしてもらっていいですか？不自然に肺とかになってないですよね。はい、結構、自然な感じでいい感じかなと思って。まだちょっと硬さ感じます？若干シリコーンっていう感じはなんかするかなって。そうですね。ちょっとまあグーってやると、シリコンは触れると思うんで、そこはまあありますけど、1ヶ月の時は全然そうですね。ちょっと硬かったですもんね。硬かった。不安だと思うんですけど、大体3ヶ月くらいで馴染んでくるんで、そこまでちょっと待っていただければと思いますね。はい。膝痕ですよね。膝痕。でも盛り上がってないから結構綺麗になると思うんで、1年ぐらいかけて徐々になんですけど。はい。長いので。そうですね、頑張ります。あんまり刺激をですね、加えない方がいいので、保湿をしてもらって、テープで半年ぐらいまで貼ってってもらったら。はい。なんか塗った方がいいんですか？保湿クリームとかでいいかな。テープ保護が一番いいと思いますけど。はい。なんか、擦れないようにだけしてもらったらいいかなと思いますね。はい。もう痛みとか大丈夫ですか？痛みは大丈夫です。なんかアドバイスあります？これから受ける人。辛いのはダウンタイム中だけ。1ヶ月くらいはやっぱりなんかちょっと完成するまでちょっとドキドキすると思うんですけど。ああ、そうです。結構個人差って、1ヶ月でかなり馴染んで自然になってる人もいれば、普通1ヶ月だとね、まだちょっと張り感があって、シリコンが上に来て、硬さとか、張り感感じることがあるんですけど、大体3ヶ月ぐらい馴染んでくるんで、そこまでは待ってもらっていいかなと思いますので、3ヶ月から6ヶ月ぐらいかけてさらに馴染む人もいるので、そこはちょっと長いですけど、様子見てもらったらいいかなと思いますね。じゃあまたちょっと理解してください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ハイブリッド包協、大体半年ぐらいですでしょうね。はい。なんか気になるとこあります？特にはないですね。全然大丈夫です。ちょっとやっぱりどうしてもこの真ん中のところ、成虫部分の脂肪が若干は落ちるんですけど、ちょっとブーってやってもらっていいですか？こうした時になんかすごい、Y 字とかではないので、まだ上かなと思って。サイズもなんかあれですよね、サイズよりちょっと小さめ選んだんですけど、はい。なんかむしろ良かったかなと思います。そうですね、違和感もないし。あんまりなんかそのサイズ結構ね難しいんですけど、大きいサイズ選んだでちょっと皮膚の引き連れとかなんかシリコン感がかなり切れたりする時があるんですけど、どれぐらい理想のバストにしたいかと形とか大きさはサイズによってかなり変わってくるので、あとリスクですね、引き連れとか拘縮硬い感じあります？硬い感じないです。ない、大丈夫ですか？じゃあちょうど良かったかなと思うんで、サイズ良かったかなと思いますけどね。結構サイズ選び難しいんですけど、そこはちょっとどんな感じになりたいか一緒に相談して、決める感じでやっていくと、ハイブリッド包協とかシリコンバッグ包協はいいかなと思いますね。でちょっと膝と見せてもらってもいいですか？なんか意外と半年でこれぐらいやって、1年かけて白っぽくはね多分残るとは思うんですけどね。でもあれですよね、スポーツの関係で周りにタバコ副流煙とかありますよね。ありますね。そうですよね。ちょっとねやっぱり傷跡どうしてもタバコがあんまり良くないんですけど、できれば、できるだけちょっとタバコはダウンタイム 1.5 ヶ月ぐらいまでは避けて、傷跡が治るまではなるべく避けた方がきれいには治りやすいので、そこだけ気をつけてもらって、でも経過はすごい良さそうなんで、
白っぽくは残ると、うっすら残るとは思いますけど、いいかなと思いますね。だから一番なんか大変だったこととか不安だったことあります？不安だったことは、やっぱ自分の理想に近づけるかは最初は不安だったんですけど、確かに脂肪とかは減ってしまうんですけど、全然ナチュラルに仕上がるので、そんなにないです。そうですね。なくなったとしても、なんかそのちょっとやっぱり残ってはいるので、それがコーティング代わりになって質感とか触り心地とかの、シリコン単体よりは滑らかになるのがハイブリッドのいいところだと思うので、結構満足度高いわけだと思うので、悩まれてる方はね、一回検討してもらえるんじゃないかなと思いますね。で、ありがとうございます。Mas semua,